ございます。ペイです。憧れの東北旅が始まって3日間が経ちました。自宅から約 1250km を走ってたどり着いた秋田の地。ぜひ一度は行ってみたかった乳頭温泉へ入浴をして秋田県の郷土料理きりたんぽを食べられる道の駅鹿角に到着。しかし年末からのハードスケジュールに片道40時間近くを費やした東北までの移動で家内は体調を崩してしまうことに。果たして私たちは今後の旅を予定通り続けることはできたのでしょうか。キャンピングカー8泊9日東北車中泊旅、本日は4日目の模様をお届けします。よろしくお願いします。おやすみなさい。今は秋田県。明日は青森県。明日は秋田県。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。昨日雨でしたけど今日は曇ってますね。こうなってるのが窓の外の景色はこんな感じですね。このバンクから見る窓の景色っていいですね。じゃあ起きようか。今日はね、昨日から家内がちょっと調子が悪いんで寝てます。年末にね、家内は仕事が忙しくて、それで結構お正月ね、毎年ちょっと体調崩してしまったりするんですけど、今年はねそれにプラス移動もしてきたりしたんでちょっと大変だったみたいですね。なので静かにコーヒー飲みたいと思います。ナギが母ちゃんのことをめっちゃ心配してます。母ちゃん、はい、大丈夫？大丈夫です。寝不足なだけで。寝不足な。ありがとう。なぎ。ナギ、ちょっと母ちゃんが元気な声出したよ。嬉しいな。嬉しい。ありがとうなぎ。嬉しい。うわ、背高い。うわ、なぎ。母ちゃんなって、母ちゃん大丈夫な。ありがとうなぎ。優しい子。優しい子。ありがとう。はい、優しい子なぎ。ありがとうなぎ。母ちゃん元気になったわ。ありがとう。はい、じゃあもうちょっとコーヒー飲んで寝てって。
あーちゃんはい復活しましたか？復活とあんまり復活はしてないですけどね少しだけね良くなったんで、これからきりたんぽをここに来た目的はきりたんぽを食べるために来たんできりたんぽを食べに行きたいと思います。でこの後は本当は十和田湖の向こう側にある酒湯温泉だったかな。だからすごく有名な温泉があるんですけど、そこへ行きたいなと思ってたんですけど、多分なんですけどその行く道が夜間通行止めで入れる時間が決まってるんですね。でも多分このまま行くと入れないと思うんで、ちょっと予定をまた変更してっていう感じなんですよね今のところはまだ決まってないんですけど、まあこれもこれでいいかなと思ってるんですね。ずっと走ってきたんで、このまま走りっぱなしにしたら2人とも体調崩しそうな感じなんでゆっくりできて順番も良かったかなと思ってるんで、今日はあと4、50キロ行ったところにもう一つ道の駅があって、そこは足湯もあるみたいなんで、それだったら、寒くなったらね、また足湯使ったりとかして、ちょっと2人とも今体がなんかさ年末忙しくてそのまま出てきたっていうのがあって、でそこから1200キロぐらい走ってな、ちょっと一気に走ってきたから、それでかなり体調ちょっと壊しちゃったかなってなのでここからゆっくり行っても行けるところへ行って、日程いっぱいまで旅をしてで帰るっていう感じですかね。なんかもう大間まで行ければいいですけどだいぶ距離ありますからね。それもまた考えます。じゃあきりたんぽ鍋やっと食べていきますはい、行ってきます。母ちゃんが行きたかったきりたんぽ館、元気出ていけますか？ちょっとお腹空いてきましたこれね、入り口は裏側や。あ、そうなの？だからなんか雪がいっぱいあって入れないんだ。そうね、どっちからでも行けるけど、こっちから行きましょうか。ここにね、買えそうなもんがいっぱいあった。あったかいですね。あったかい。ね。なんか昨日の夜はでもあったかいと思ったのに寒かったわ。また見つけたみたいですよ。これでやるかい。顔ちっちゃくて入らない。やってみて。そうじゃないやろ。顔だけ入れんねやろ。顔をまっすぐ入れればいいん違う。顔をまっすぐ入れればいいんやろ。顔が入らない。入らへんって、まっすぐ入れんねんって。そうそう。違うってまっすぐ入れたらいいんやろ。まっすぐそうそう、ちょっと斜め違うちょっと面白かったですねまだやってる。もう違うと思うけど。はい、来ました。これかな？これじゃない？これかな？きりたんぽ鍋。これやな。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあとうとうきりたんぽ嬉しい。元気になってよかったね。はい。はい、じゃあ行きましょう。どうぞ。はい、お願いします。うわこちらお好みでどうぞ。これやな、これが。おお、すげえ。うわ、たくさん入ってるね。すごいそう。はい、母ちゃん。きりたんぽ。とうとう来ましたよ。いいですか？はい、どうぞ。日本一気に。どうぞ。日本一気に。すごいね、美味しそう。そうやな。いいんですか？はい、どうぞ。いただきます。
待ちに待った早くしてよ。お帰りのお持ち帰りください。はい。ありがとうございます。あ、つまようじの入れ物。あ、可愛い。これよ畑のキャビアって言ってます。ああ、もうこの下の長芋。あ、長芋さん。こんなんいただきました。つまようじ入れ、可愛い。へえ。で、きりたんぽのお味はどうなんでしょうか。美味しい。美味しい。シンプル。なんかね、なんだろう、おまんじゅうと、あ、甘い。結構、食感がしっかりしてて好きかも。歯ごたえが。甘いの。甘いです。甘い。おやつとしてもいけるあ、感じ。そっか。美味しくない？なんか違うね、美味しい。前噛んだ瞬間に何に似てると思ったら、なんか最初はね硬いんですけど、中にねお米の粒の中に歯がくっと入ってて、新しい感じですよ。食べたことない。作り方教えてもらいたいね。教室ありますね。美味しいわ。美味しいかも。おやつみたい。そう、美味しい。ちょっと。これどっちですか？もう熱い。こんなに入ってたら結構お腹たまるね。もうここにつけないで、焼いたものにお汁かけて食べるのが好きかも。だしめっちゃうまい。美味しかったですね。美味しかった。で、今お店出際に家内がせっかくもらったつまようじの入れ物をねテーブルに忘れていくから忘れてんでって言ったら家内にその出ていこうとしたら家内にこの野菜とかいっぱい米とか買った袋を自分がまるっきり忘れてて忘れてんでって言われてね、もうコントやってるみたいなってなったね。なったってなった。またキャンピングカー入ってきたね。本当だね。じゃあナギのところに戻りましょう。はーい。何よ。急に話し合う。パチ痛い。何かかぶってやったんかな。話すんじゃねえ。やるぞ。ナギは何でもよう分かってんの。ここでやった時にやるよって一回パチッ。話す。リンゴ好きやね。なんで直接取れへんねやろな。他王子様やから苦しゅうない羊や。じゃあ今から40キロぐらい走って青森県のいかりが関っていう道の駅かな。でそこに温泉があるみたいなんで、そっちへ行って温泉に入らせてもらって、で時間を見て移動できそうだったらもうちょっと移動しようかなとも思うんですけど、今回は体調次第でっていうことにしようと思ってます。じゃあ安全運転で行ってきます。
母ちゃん、はい。地元のスーパーかな。地元のスーパーっぽい。うんユニバーユニバース行ってみたいと思います。何があるか楽しみですね。お刺身って言ってもでも山の中やからな、あるかな。でもね、この間買えなかったから。そうそうこの間ね全然買えなかったんで、全くなかったもんね。ここはちょっと初めて聞く名前から、ちょっと期待大ですよ。ねえ。研磨打ちって。ちょっと押さんといて、グイグイ押すのやめて、もうあんたは元気有り余ってきましたよ。そう戻ってきました。よかったよかった。母ちゃん、この酢だこよ。衝撃の色。すごいなこれ。お酢でこんな赤くなるの。すごいね。うわ、衝撃、この赤さ。うわ。すごいな。見たことないな。ちょっとあれやな。引くなこの人。ちょっとすごいね。初め見た時びっくりした。この酢だこ。すごい、こんなでっかいの売ってないわ。すごいね。でもね、安いね。面白かったね。地元の酢。とりあえず買いました。お鍋、相変わらずのお鍋セットを買っただけですけど買いました。お魚はね、また青森の海の一応大間まで行ければいいなと思ってるんですけど、そっちの方へ行った時にお魚は食べれたらなと思ってます。じゃあと40キロぐらいかな。いつもに比べたらマシや。行ってきます。これ横断歩道やね。すごいね、初めて見ました。雪で渡られへんようになるからこういう屋根がついてるのかな。なるほど、高くして。知らんけどね。知らんけど。すごいね。こっちだよね。本当だね、狭いね。でもこうじゃないかな。あれか、あれっぽいな、あの上。ぽいね。あるね。これかな。まもなく U ターンです。その先300メートルで右方向です。それだね。入れるかな。空いていたら入れそうだね。入れたらね。すごーい。開いてんじゃない。でかい。どこ？でも車があるからそこじゃない。 U ターンです。空いてるっぽい。開いてるっぽいぞ。車があるもん。開いているね、これは。止めたらいいんじゃない。うまいこと温泉見つかったね。なんかもっと走っていって道の駅越えてからかなと思ってたけど、近くに。あったね。道走ってたら温泉あるっていう風に表示があってね。でそれで入ってきたら結構いいところやな。すごいすごい。で車中泊もできるみたいですね。1台。そこが RV パークっていうか、なんて言ったらいいんかな。なんかでも RV パークみたいな感じなのかな。ゴミ捨てとかもできるって書いてあって、で1台2000円って書いてあった。電源込みで、ゴミ捨てるのも込みで。なんかちゃんと外でご飯も食べれるようになってるね。ほんまやな。テーブル、デスク、テーブルやろ。テーブルね。仕事すんの。ありがとうございました。安い、400円。ね、安いね。ここは何温泉っていうのね。ポンタ温泉ってなんかポンタ温泉みたいなの書いてたんですけど。たぬきさん。ね、穴場を見つけてちょっと嬉しい感じです。じゃあお風呂行ってきます。ばあちゃん、温泉どうでした？なんか地元の人しか来ない感じで。本当地元の人のねところとかね。なんか喋ってるの聞いてた。何言ってるか分かんない。自分はね地元の結構今までいっぱいね遊んできたぞっていうね白髪のおじいちゃんがずっと横で鼻歌を歌っててでそれが初め内風呂に入ってたら横に来られて「うん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 」
結構渋いなってなる。なんだよでそれが終わらなくてずっとそうでそのまま露天風呂に行ったら横に来はってずっと同じパートを繰り返覚えたかな。覚えた職業柄また渋いんですわこれが覚えましたもうちょっとなんかカモシカさんとかタヌキさんと仲良くしてとか言って露天風呂に書いてあっこのて後仲良くなりましょうって言ってだから来るんかなとかって思ってたんですけど鼻歌で全部飛んじゃったって感じで温泉はすっごく良かったです、はい、ちょっとぬるめやったぬるめです、でも鉄の匂いがしっかりしてそうとっても良かったです、はい、じゃあお水混ぜてないって書いてましたそう源泉かけ流して書いてました。じゃあなぎちゃんのところに帰ります。もう映画なこっちが覚える。お風呂めっちゃ良かったですね。よかったです。ここはなんていうお風呂？なんかケマナイ七尾七尾温泉って書いてあったかな。七尾温泉って書いてあったかな。すごい穴場的な地元の方ばっかりで、お風呂はねそんな大きくはないんですけど、両方とも露天風呂も内風呂も源泉かけ流しやな。そうそう、って書いてて、で鉄の匂いがすごくしてましたね。すっごい良かったです。循環はしてませんって書いてた。あ、そうなんや。お水は混ぜてない。混ぜなくてずっと一回一回その日のうちに全部きれいにしてる。露天風呂の景色がね良かったわ。景色良かったですね、外から。ただ露天風呂がちょっとぬるかったから長居ができないから。そうか、俺逆やったわ。なんかぬるくてそのままずーっとぼーっと入ってたらまたっていう感じでしたけど、なんかここの露天風呂のっていうかここのお風呂の印象は鼻歌おじいちゃんっていう感じですけど。さあじゃあ道の駅道の駅碇ヶ関かなに向かいます。じゃあ行ってきます。今山の中で信号待ち工事の信号待ちしてるんですけど、今青森県に入りました。青森県ですよ。青森県初めて。秋田県入った時も来たかと思ったけど、青森県ってだいぶやっぱり遠く感じる。あと5、4、3、2、1。じゃあ行きます。あと 3.6 キロで道の駅。山道かなり走ってきましたね。真っ暗でね、結構急カーブで細くて、あれ雪やったら大変やな、坂も急やったし、今回はなかったんでね、よかったですね。もうちょっとですね。明るい、すごい立派。関野省っていうのここやんの？あれ？入り口？ここやん。でかっ。すごいね。立派。一回ちょっと回ってみるか。でっかいなこれ。でっかい。すごいね。まだ開いてるやん。すごい。ちょっと見に行こうや。食べる人やったら食べる。珍しいね。珍しい。ここが碇ヶ関。めっちゃでかいね。でっかい。めっちゃでかいですよここ。すごい。こんだけの建物が並んでます。で温泉もあるけど、温泉がちょっと裏手かな。ね。たこ焼き、いやちょっとこれ食べたい。美味しそう。美味しいやろ。これ一押し、これ絶対食べたい。これ食べたいね。自然薯たこ焼き、食べてみましょう。めちゃめちゃ気になる。気になるね。食べてみましょう。自然薯のソースたこ焼きを食べてみましょう。私たちこのマヨネーズとかはね
頭いらなかったんですけど、言う前にうわーなって行動が早い、仕事が早いなのでこれはこのままいただきます。道の駅の裏手に温泉がありましたね。すごいね。裏に真裏に温泉があったんで第2ラウンド行ってきます。400円安いですここ400円やな、ずっと。温泉2回目2回。まあまあ暑かったね。すっごい暑くてめっちゃ汗かいて暑いの好き。暑いの好き結構ここはね暑かったですね、お湯が。でも露天風呂はないね。まあなかったけども、でもいい。なんかぬるぬるしててね。お湯はツルツルしてた。すごい。これがね道の駅何だっけ、碇ヶ関の裏側にあるんだよな。知らなかったんですけど裏側にあってで400円。400円だけどなんと入り口でお一人様無料券1枚ずつもらったから1回200円ってことだよね、これ入ったら。もう一回入ったら、そっかそうですね次の日明日入れたら入ったらいいねんな。そしたら無料で入らせてもらえる。ありがたい、いいお湯でした。いいお湯でした。キウイ。キウイな。キウイそれは硬いけど食べれんのよ。多分作ったは硬い方が好きだから。硬い言うても案外薄く切ったら食べれんの。そうやね。ここも後でいいですよ。ナギのちょっと作るわ。湯がいて。今作ってるから待ってね。ご飯するね。ご飯するね。わかる。ご飯わかるな。ナギのご飯の野菜がなくなったんで、ちょっと作ります。ぐずぐず煮で。そんなに水いらんよね。いらない全然。蓋がないんで。ちょうどいい。すごいね。シンデレラフィット。すごいな。ないんでって言ったらシンデレラフィットやった。好き。すごい。何ワットない？今704ワット出力で。これででも結構煮なあかんから時間にしてどれぐらいかかるかな。今夜はパスタにしようかなと思うんで、ホタテがあってで買ったヒラタケ、この買ったヒラタケを使いたいんでパスタにしようかなと思います。でホタテはさっき寄ったスーパーで買いました。スーパーユニバースだったかなで買いました。でこれとあとは茅の道の駅数ので買ったニンニクと鷹の爪と白菜も入れましょうかね。まあ何でもいいんですけどね、とりあえず。であとは冷凍のほうれん草、これ使ってみます。電気大丈夫かな。バッテリー71、だいぶ減ったから。782。メーカーちゃん
辛い？辛い。ちょうどよくなるんだ。後で来る。とてもやめてよ。なお不細工な顔。笑いすぎやろ。めっちゃね、普段の顔しとった。ちょっとね、そっちのバンクの窓開けといて、火使ってるから。よいしょ。平竹のペンネできました。イエーイ。危ない。はい、じゃあ母ちゃん、はい、いただきましょう。はい、じゃあこんな感じになりました。美味しそう。はい、じゃあいただきます。あれ、なぎちゃんの毛。うん。美味しいね。ピリ辛。ピリ辛やな。あ、イカ忘れてた。イカ刺身忘れとったね。まあええや。うん。おいしい。これ食べられへんの知ってるやろ。パスタは食べられへんで知ってる。コーヒーいただきましょう。お疲れ様です。チーン。なぎちゃんちょっと目に出てんなまた。ど？目薬さしてるけどな。待って、あこ。待って。雪がね急に降り出してなんか外が一気になんかあれかな、このままいったら真っ白になりそうな感じだね。下に落ちる頃には雨になってるね。あ、そうか。でも気温が下がるとね、下がるとこのままね雪になるね。真っ白になるね。なるほどな。こっちはやっぱこういうの降り出したら一気になるんだよな。あ、やっぱ気温は低い。田沢湖でも一気になったもんな。そう。別世界やったね。開けたら。おおって。本当にね。うわ、寒い。いや、寒いし。閉めたらちょっと暖かい。全然違うね。今はね、道の駅碇ヶ関かなにいるんですけども、今日はね午前中は家内がねちょっと調子が悪くってで午前中はほとんど、道の駅和野にさせていただいて、でそこできりたんぽ鍋とかね食べて、でちょっと元気になりました、でそこから温泉2つ入ってね、2つも入ったね、でナギはでも今日ちょっと運動不足やな。そうね。ほんと駐車場で少し散歩したぐらいしかなかなかちょっと走れそうなところがなかったね今日はね。公園みたいな感じが意外と少ないね。そうやな、なんかそうやな。なんか駐車場多分あるけどもしかしたら雪で隠れて分からへんのかもな。そうなんだね。道の横はねやっぱ雪で覆われちゃってるんで30センチぐらいかな、3、40センチぐらいあると思うんですけど、だからなかなかナギが
運動できそうなところが見つけられなかったんですけど、今日ちょっとだからうんイライラ今日して、はねちょっとなもうちょっと遊びたいね遊んで遊びたいね、ここの道の駅はすごいよな。もう広いし広いしなんか綺麗綺麗しし、あとトイレの設備すごいな。すごいですね。琵琶湖トイレでトイレ初めて見たな。みんなで入れる。あ、なぎちゃんだな。ここでも足湯あると思うねんけど、足湯が分かれへんわ。足湯のここはね足湯があるんじゃないかなと思ってるんですけど、で誰ともちょっと体がすぐ冷えるんで足湯に行ったらいいかなと思ってたんですけど、でも温泉があったからまあよかったよね。うん、で明日はねもう予定が合ってないような感じになっちゃってるんで何とも言えないんですけど、実際は明日大間の辺りに行ってるはずなんですけどどうかな。結構ここからこの道の駅から大間って言ったらまたどれぐらい距離あるのかな。かなりやね。かなり地図で見たら結構あったんで多分距離はかなりあると思うんで、でも大間にはやっぱり青森来たらとりあえず大間行きたいっていうかキャンピングが乗ってはる人結構会った人も大間行く言うてはったああ、な。そうだね、アドリアのね。やっぱりな後を追う感じになるやろな俺らも。とりあえずね青森来たらとりあえずっていう言い方も変なんですけど青森来たら大間行きたいなと思ってて、大間の岬まで行ったらなんとなくなんかちょっと単純なんですけど青森来たみたいな感じになれるかなと思って、でまあリンゴもねいっぱい買いたいんでリンゴを買える道の駅があると思うんでそこにも寄ってね、あとはね酸ヶ湯温泉にも行きたいなと思ってるんですけどルートがねどうやらね冬季時間かな、冬季夜間通行止めだと思うんですけどその時間内に入って時間内に出ないといけないのかもしくはそこに居続けられるのかはわからないんですけど、酸ヶ湯温泉に行ったらその辺りで車中泊して温泉をちょっと楽しみたいなとは思ったりするんですけど、そうすると日数がまた2日とかなる大間行けるかなとかなるんですよね。まあこんな感じでいろいろ、まあでもねやっぱりキャンピングカーは予定をどんどん変えられるっていうのがすごいよな。やっぱりそれがねやっぱすごいなと思いますね。ホテルとか取ってたら絶対そこ行って次のとこ行ってやるな、好きなところでねなんかいてもいいし、そうね、新たな発見してなんかちょっと行ってもいいし、そう今日の温泉みたいにね、ってなると結構押してきちゃってね、そう楽しいからどこも結局そう進まれへんいいとこだからあとはね今回母ちゃんが体調を崩してでもうここでそれをこう回復しようっていうのは今までは考えつかへんかったよね。もうそうなったら帰るしかないっていう感じやったけど、とりあえず横になれるから回復しました。とりあえずねもちろんね体調がもう本当にひどかったら帰らないとというか病院行ったりとかねそういうことになると思うんですけど、でも疲れてる少し疲れとかでやったらまあ寝たらね、だからこれはねまたそれもキャンピングカーの新しい発見だったなと思いましたね。なんかもう家内が体調崩した時点でもう引き返そうかなと思ったんですけど家内がちょっと寝たら治るって言ってじゃあ横になれるんでここは、横になってみてね様子見てみたんですけどそしたら元気になってくれたんでよかったなと思って、早めの休息でよかったね。こうして旅って長くねこれから長い旅に出た時に今回も自分たちにとっては長いんですけどやっぱり本当に家族で日本一周とかって考えた時にもうずっと出っ放しになった時にね体調崩したりっていうのは絶対あると思うんでその時にどういう風にするかっていうのはね今回勉強になりましたね。あとこの旅の収穫のもう一つはねナギがねすごくお利口さんになってくれましたすごい、ナギがすごいナギちゃんすごナギがねなんか私たちの言うことをすごく
聞いてくれるようになったというか、一回一回ねこう顔を見て確認をしてくれるようになったんですね。なんかねまだリードとか引っ張ったりするんですけど全然けど成長度合いがやっぱ急激に上がった感じがしたよね今回はね。それがね見ててすっごく嬉しかったことですね。なんですかねナギはボーダーコリーっていう犬種なんですけど、ボーダーコリーを迎えるにあたってやっぱかなり覚悟をしてお迎えをしたんですね。難しい犬種だっていうのを聞いててね、なんかでも私がね家内はね鈴仙台系のねコーギちゃん鈴っていうんですけどね、鈴が初めてのワンちゃんだったんですけど、私はその前に何頭か一緒に暮らしてたことがあって、でボーダーコリーをいつかね迎えたいなと思ってたんですけど、でも思いのほかにやっぱり難しかったっていうのが最初はあったね。最初とちょっとね別人なぐらい成長した感じ。そうね、今はねなんか最初はお迎えした時はすっごく本当大変っていうかこう今まで自分もいろんなワンちゃんと暮らしてきてそのつもりでやっぱり暮らしたんですけどちょっと違いましたねなんか、それはね私の感じ方なのでそれがボーダーコリーが難しいとかそういうことでは多分ないと思うんですけど、私はやっぱり私には難しいなと思いましたね。で毎日こう散歩の量も今まで暮らしてたワンちゃんとは格段に違って毎日最初の頃なんかやっぱ4時間ぐらい様子が分からなかったんで4時間ぐらい毎日行ってて、で最近はちょっとねこれぐらいの運動っていうかこう密度が分かってきて2時間ちょっとぐらいで帰ってこれるようになったんですけど、もう最初の頃は本当はなんか半日は散歩に行ってる感じで、もうこれは大変だなと思ってたんですけどね。でもそれがねこう1年4ヶ月なんですけど今やっとナギのことを理解2人ともしつつもしかしたらあるのかなっていうその成果が見えてきて、今回の旅はねちょっとね嬉しい旅になりましたね。じゃあね今晩もそろそろ寝たいと思います。明日はこれから予定を組んでまた明日の朝どうするか報告します。じゃあおやすみなさい。